創造するものであろうとするものはまず破壊するものでなければならない。そしてあらゆる価値を粉々に打ち砕かなければならない。有名な哲学者ニーチェの言葉です。僕は最近コーヒーの焙煎を通じてまさにこの言葉通りとも言える人生の教訓を得ました。本日は自分にはコーヒーの焙煎なんて関係ないしと思っている方にこそ聞いてほしいお話です。今まで自分が信じてきた正解を一度打ち砕くことで人生はもう一段階上のステップへ行ける。そんなお話をさせてください。はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日は焙煎を通じて人生の教訓を得たというような話をします。当店では自家焙煎のコーヒー豆を販売しております。とても光栄なことに今までたくさんのお客さんに美味しいと言っていただくことができました。ただ、僕自身実は今まで正直納得のいってないところもありました。そんなに多くはないんですけど、ちょっとここはもうちょっとこうした方がいいなっていうような味というのがね、あったんです。例えばこの豆の味のポテンシャルっていうのはまだまだ引き出せるんじゃないかとか、生豆の状態の味がちょっと残りすぎてるんじゃないかというふうなことが感じる時がありました。コーヒー豆の風味、味というのはもちろんその焙煎だけではないんですけども、どんな種類の豆を選ぶかというのももちろん関係はしてくるんですけども、焙煎の方がより味や風味に直結するんじゃないかというふうに感じてます。というのも生豆はだいたい3割ぐらい、風味を決定する3割ぐらいだと思ってて、残りの7割はどのようにして焙煎するかによって風味というのが変わってくると思ってます。例えば浅煎り深煎りっていうのももちろんそうですし、豆をどのように焼くかによって味を引き出すというようなことが7割ぐらいを占めてるんじゃないかなと思ってます。お料理でも高級食材を使ったからといって美味しくできるわけではなくて、例えばとてもいい肉を適当に焼いたらそれはそれで美味しさっていうのは引き出せることができないですけども、ちょっと安い肉でも焼き方がとても上手であればものすごく美味しくできるっていう風なこともあると思うんですよ。なので豆をどのようにして焼くかというのが一番の決め手だと思ってますし、どのように焼く、つまりはその焙煎のプロファイルが大事だと思ってます。そこで今回先ほどのニーチェの言葉のように、これまで美味しいと言われてた焙煎の条件、焙煎のプロファイルっていうのを思い切って全部削除して根本から再構築しようと思いました。なぜその今まで正解だと思っていたものを捨てる必要があったのか、そしてそこからどんな教訓を得たかっていうのをこれから話していきたいと思います。はい、それではね、経緯についてお話ししていきたいと思うんですけども、まず僕は今まで SCA という授業を受けて資格も取っているんですけども、 SCA というのはスペシャリティコーヒー協会ですね。その SCA の基準で焙煎の条件というのを構築していきました。なので習ってきたことを忠実に再現していたというふうに言っても過言ではないと思います。 SCA というコーヒーの基準という理論をベースに構築していったのだから間違いがないと思ってました。で、多分ですけども真面目な人ほどこういった心境に陥りやすいんじゃないかなと思います。でもある日ふと気づきました。ずっと納得がいけなかったので何を変更しようと常に焙煎のプロファイル、焙煎の条件についてもいろいろ考えてはいたんですけども、なかなか踏み出せずにいたんですね。そこである日気づいたんです。僕が授業で習っていた焙煎機と僕が今使っている焙煎機、そもそも違うじゃないかと。具体的に説明すると、授業で使っていた焙煎機はガスの火で最大1キロ焼けるタイプなんですけども、僕が使っているものは電熱ヒーターで150と 300g という若干小さめな小型の焙煎機を使っています。わかりやすく言うと、ガス火で炒める中華鍋で炒めるチャーハンと IH ヒーターの小さなフライパンで炒めるチャーハンみたいな違いがあります。そもそもの熱源が違うので、強火や中火、弱火の感覚も違うと思います。
ます。焙煎機が違うというふうに気づきを得たことで、思い切ってじゃあ焙煎の条件を変えてみようと。で、今までどんなことを改善したいかと思っていたことをまとめて、それで焙煎の条件にフィードバックしていきました。具体的に説明をすると、浅入りの時にたまに出てくる生豆のえぐみと言われるもの、極端な話、生焼けの時に出てくるような味っていうのがたまにほんの少し感じることがあったんですね。で、それをなくすためにじっくり焼くことで芯まで火が通るんじゃないかということで、弱火でじっくりと焙煎時間を長くして焼き上げました。そうすることで甘みが増すという言い方もありますので、それをトライしてみました。結果から言いますと、いまいちですね。なぜかというと、じっくり焼くことでしっかり焼けるんですけども、その分時間が長くなりました。時間が長くなるとどうなるかというと、コーヒーのいい香りだったりとか、いい味というのも一緒に飛んでいってしまった。なので、とても平坦な味っていうんですかね。豆のポテンシャルを引き出したいはずなのに、それまで一緒に飛ばしてしまった。えぐみを飛ばしたいがために、コーヒーの香りなんかも一緒に飛ばしてしまって、ちょっと面白みのない味になってしまいました。なので、そこからさらに試行錯誤をして、焙煎の条件を考えました。これは私事になるんですけども、お家で美味しい米を炊くのにはどうしたらいいかっていうのも調べたことがあって、最初は火力を上げて徐々に下げるというふうに書いてあったんで、それだと思って、それを焙煎条件にフィードバックしてみて、まずは初めの方を火力を上げて徐々に下げることによって、初めの方で熱量を与えるので、より奥まで浸透しやすくなりますし、火力をずっと上げているのではないので、表面が焦げるということもなくなるんじゃないかということになりまして、それを試してみました。結果から言うと、これが大正解。トータルの焙煎時間が SCA の理論上のものとほぼ近い状態になりましたし、浅入りの状態でも生豆のえぐみというのもなくなりましたし、とても豆の個性的な香りっていうのもちゃんと引き出せるようになりました。なので、一種類の豆で成功を感じたので、他の種類の豆も同じように焙煎していったら、全てにおいて豆の味のポテンシャルっていうのが引き出せたと思ったので、思い切ってそれを焙煎のプロファイルとして一つずつ保存しております。その焙煎条件を保存する前に全て一度全部削除してます。思い切ってもう後戻りができないようにしてます。そうすることによってもう前に進むしかないということなので、もう必ず成功させないといけないということで、たくさんの豆を焙煎してなんとか現段階の正解にたどり着くことができました。はい、そこでね、人生の教訓について話していくんですけども、まず自分が今まで信じてきたものであったりとか、例えば今まで教えてもらった正解であったりとか、信じてきたマニュアル何かを一度疑って、目の前の自分のある環境っていうのを見直して、やり方を変えることによって新たな道が開けるということが分かりました。例えばカーナビで自動車のルートを案内されています。でも自分が乗っているのが自転車だった場合、そのルートは必ずしも正解だとは限りません。自分が乗っている乗り物によってルートというのは変わってきます。なので、さらに上の段階に進むためには、一度今までやってきたことを疑って再構築することで、さらに上に行ける場合もあります。全てがそういうわけではないんですけども、何かを進化させるためには、今までのものを疑ってぶち壊して前に進むことによって、さらなる高みに行くことができる場合がありますので、僕の場合はコーヒー豆の焙煎がその道を教えてくれました。皆さんはどんなことでそういった気づきに出会えることができるのか分かりませんけども、僕の場合はコーヒーの焙煎で教えてもらうことができました。はい、それではね、まとめに入っていきたいと思うんですけども、本日はニーチェの言葉をお借りして、僕の最近感じたことと照らし合わせて説明させてもらいました。想像するものであろうとするものは、まず破壊するものでなければならない。そして、あらゆる価値を粉々に打ち砕かなければならないということですね。若干ニュアンスは違うかもしれませんけども、一度破壊することによって、次のステップに行けるっていう風なことを、僕はコーヒーの焙煎を通じて
感じることができました。今まで習ってきた SCA という世界的な基準を忠実に守ってきた中で、自分の条件っていうのを疑って焙煎の条件を全て削除して、そこから一から作り直していって、さらなる美味しい豆を作ることができましたというストーリーですね。そこで一つお伝えしたいのが、もし今までにすでにうちのコーヒー豆を買ってくださった方、途中であれなんか豆の味変わったなって思ってしまっている方がいるかもしれません。大変申し訳ございませんが、これからは間違いなく前よりも美味しくなっていると思いますので、今後ともロイヤルブルーコーヒーをよろしくお願いします。今後もね、変わりの高い豆のポテンシャルが存分に引き出されたコーヒー豆をお届けしていきますので、楽しみにしていてください。最後に皆さんに質問です。あなたがこれまでの人生で信じていた常識やマニュアルを疑ってうまくいった経験などはありますか？ぜひコメント欄で教えてください。本日の動画は以上です。今後もあなたのコーヒーライフが楽しめますように動画を配信続けますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた。感謝你看到最後。如果你喜歡這支影片，記得按讚，還有訂閱我們的頻道哦。天使藍咖啡有銷售自家烘焙的咖啡豆和濾掛包，想了解更多，歡迎點開下方說明欄的鏈接。謝謝。